治安悪いんですよね。パリに関して。こんにちは。こんにちは。フランスエキスパートのお二人に来ていただきました。私の友達の花子ちゃんは今約10年、8年パリに住んでいて、もうほぼフランス人。お二人お子さんがいらっしゃって、でこちらでねラグジュアリー系のお仕事をされながら。プラントベースの活動も最近なさってます。で、エリカちゃんは今2年目、コロナの前に来て2年経ったところ、でフランスの金融の会社で働いてます。でフランスの前は結構海外が長いかな。シンガポールとかイギリスとかで働かれてて、で、もう今日は本当500件ぐらい質問いただいてたんですけど、カテゴリーに分けてどんどんお話ししていけたらと思っています。じゃあまず最初。1個ね、私が気になったのは、フランス人はお洋服10着しか持たないって本当ですか？嘘です。早い。でもこの方はラグジュアリーファッション系の方なので、そっか、業界柄かな。一回も同じ服着てるの見たことないって人結構いる。結構いる？それが普通ではないよね。全然普通じゃないと思う。なんか10着は嘘だと思うけど、それなりにみんな結構同じのを着ますし、あと長く着る。なんかヴィンテージだったりとか、本当に5年前に買ったとか、そういうのを長く着るイメージはあると思う。日本人ほどそんなにおしゃれに全部変えて毎回って感じじゃないかな。トレンドを追ってるって感じはあんまり。そうだね、トレンドを追ってって感じがあんまり。トレンドっていうよりか自分のオリジナリティの中でいろんな服をそうだね、なんかその人のスタイルっていうのがすごいわかる。わかりやすい。でトレンドは追わないんだ。あんまりかな。なんかそれ面白い。日本にいるとすごいトレンドがあるじゃない。だからなんか数年前の服ってもうちょっとダサいみたいな雰囲気がある感じがあるけど、そのプレッシャー怖かったね。え、なんかでもこの国にトレンドって確かになくて、私も10年前ちょこっと住んだ数ヶ月住んだことがあるけど、基本的にその時となんか基本の装いはあんま変わらないっていうか、実着は嘘です。めっちゃパリジェンヌはどんな服着てますか？靴、バッグ、全体的な色味など、やはりシンプルが多い？あとはそれに加えてブランド物持ってる人は多くない？ブランド物少ないと思う。持ってるかもしれないけど、1個を毎日着てる感じがする。あと私が思うのは、フランスの人ってフランスのブランドが好きじゃない？なんかシャネル、サンローランは見るけど、プラダ、フェンディとか持ってる人って確かにあんまりない。言われてみると確かにいない。フランスを愛してる。愛国心。でもカジュアルじゃない？カジュアル。カジュアル、シンプルっていうかカジュアルなんです。すごい。ヒール履いてる人ってほとんど見ないし、一つ言っていいですか？どうぞ。ずっと気になってたの。もうフランスに来てからずっと気になってたんだけど、パリの女の子の露出はすごい。ブラしてないじゃん。そうだね。ピタピタの T シャツにブラしてないし見えてますね。見えてるじゃん。それが街に一人いるとかじゃないんですよ。1カルティエにうじゃうじゃいるじゃない。出すとこ結構違くない？フランスってさ結構上はバンバンに輸出するけど足は出さないじゃん。そうごめん、ちょっと話は違うかもだけど、授乳とかも私の彼の女の子の友達が私の彼とかも男の子いる場でバンってやって授乳。私もしてたよ。もうプラスとかもしないでバスとかでしてた。バスでこれ言っていいの？言わないのかな？言っていいの？でもそう大丈夫？日本だとさ、ケープも絶対かけるし、で友達とこうアペロとかしてて、ちょっとごめんね、あげちゃうねみたいな感じでボタンとかで開けてそのまま。そうなの？いや、多分日本ではまあお見受けしないんですよ。そうだよね。アジア人ということで何か困ったことがあったり差別などを受けた経験はありますか？この質問すごい多かった。せーのでいきます。イエスかノーでいいですか？せーの。ない。ごめん、イエスかノーってね。私もないと思う。私は5年ぐらい前に旅行で来てて、フランス語がわからないじゃん。だからこうちょっと冷たい対応をされると、アジア人だからなのかなと思う気持ちはすごいわかるんですよ。でも
1年半住んでみて分かったのは、これアジア人にじゃなくてみんなにそうだね。そう店が混んでる時とかは大変だとどうしてもイライラしちゃう、それを全員にやってるだけってことが分かって、そうじゃなかったんだっていうのが、でも私もそうだ、逆に発見だって、冷たい時もこっちの問題じゃなくて、店が疲れてる、疲れてる、疲れです、天気が悪い、そうもう帰りたい、もう帰りたい、疲れた、閉店間際とか絶対行っちゃダメ、絶対行っちゃダメだね。早く閉めたくてしょうがないから。フランスに住んでよかったなと思うことや出来事はありますか？いっぱいありますね。バカンスが多いこと。それ一番かな。でも何週間ある？有給5週間。日本はどれくらいだ？25日かな、私。結構あったね。あ、それって5週間か。でもね、あったとしても取れるかは別の話だと思う。そうだよね。私1年目とか取れなかったから。消化率みたいな。消化率がかなり低い。バカンスってまとめてね、取れるような休みが。そうだね。しかもみんな取るもんね、確実に。上の方のマネージャーさん、部長さんじゃないけど、そういう人たちも絶対取るし。他にフランスに住んでよかったことは、私、リサちゃんが言ってたので、なんかその他の人に対しておおらかになった。日本ほど全てが便利じゃないので、もうなんか一個一個の子に、例えばいきなりお湯が出ない、いきなりこう家のドアが開かない、なんかいろいろあるんですよね。でもそういうことに一個一個向きってなってると、キリがない。キリがない。で、怒ったところで改善はされない。もうこれがね、最終形態なの。そうだね。日本のちょっときっちりしたところに少し疲れます。フランスと日本どちらが気が楽でしょうか。まさにそうだよねっていう感じこっちだよね。日本に帰るともうコンビニもすごい全部揃ってるし、皆さん丁寧だし、すごいと思うんだけど、それはやっぱみんな大変な思いしてるわけじゃん。いろんなところにしわ寄せがあって、ゆるーく店員さんもすっごいゆるーく仕事してるなと思う。ゆるすぎだけどね。ゆるすぎだよね。この間も愚痴なんだけど、9時オープンのスーパーに行って9時15分になってたのに開いてなくって、そしたら店員さんが来て「サバー?」みたいな「サバかよ」サバーみたいな感じでいて、一緒にこうシャッターを開けて、掃除とかも何もしてない、シャッター開けて私が一緒に入店するっていう。保育園でもあるよ。一緒に入園。なんか真っ暗なの保育園。思ったらね、学長さんが「サバー」って来て、ガラガラガラ。サバじゃない。これ環境問題について先進国だと思うんですがっていうのはどう思いますか？私ちょっと思うのは、なんか日本よりすごい進んでるんだけど、でも日本はやっぱ綺麗なこととか快適とかをやっぱ突き詰めていくから、そうするとどうしてもサランラップいっぱい使ったりとか、なんかこう家もこう綺麗にプラスチックのもので整理してるところで追求して生きてる、その便利にっていうのがないんじゃないかなって。そうだね。なんかでも環境のことを気にしてる人は多いかな。なんか同僚とか友達でもその環境のことが気になるから、うちでは例えば牛肉は買わないとか、なんかそういうことをこうちょこちょこ取り入れてる人は多いかも。治安は悪いと思いますか？せーの、いいえ。はいですね。日本と比べてでしょ？いや、それはね、日本と比べちゃいけない。日本と比べたらシンガポールぐらいしかないか。日本よりは悪いけど、これが世界スタンダードですってことだね。世界スタンダードよりどうだろう。なんかこう身の危険とかはないよね。私は感じたことないね。スリとかは多いけど。でもそれはある程度気をつければどうにかなることかなって思う。そうだね。なんかさ、日本って痴漢的な危なさがあるけど、こっちってもっと強奪的な危なさじゃない？なんか暴力です。やっぱ治安悪いんですよね。パリに関して言ったら。なんかここ入っちゃいけないみたいな道はいくつかあるよね。そこさえ網羅してれば。治安は悪いです。例えばカバンを開いたままもちろん歩いてちゃいけないし、あとメトロでちゃんとカバンに手を添えておくとかね。こう子供と一緒だとメトロはあんま乗らなかったりね、自転車で過ごしたり、メトロでこうずれてるのはすっごい狙われるっていうのが出てきたから。自転車とかもそうじゃない？外にやっぱパークしちゃいけないよねって言われるじゃん。それはもう盗まれるから。マンションの中でもみんな盗まれてるよね。そうベビーカー盗まれたことある。お医者さんで診察してたら帰ってきたらなかった。公園でもそれなかったね。10代ぐらい。治安は悪い。じゃあ育児男性女性のバランス？それ結構あったね。花子ちゃんとかすごいいい例じゃない？子供もさ2人いて、でもすごい半々なイメージ。半々だね。お迎えとかも交代っていう感じで、仕事
早く終わる方が先にご飯作ってみたいな感じで、そういう家庭が多いと思う。多いと思う。夜の料理担当が男性もすごい多いんで、確かに確かにね、なんかもうご飯作んなきゃいけないからミーティング終わりでとか、でも早く帰れるからじゃない？日本のお父さんってそんな早く帰れないよね。残業が多いってことかな。日本は残業じゃない。それはあとなんかフランスってこの仕事を終えてればもう別に何してもいいみたいなのあるけど、日本だと会社にいる時間っていうのが結構評価されるというか、上司もいるのに帰りにくいとか、家庭内で吸収しなきゃいけない家事育児自体がちょっと日本より少ないっていうか、お掃除さんとかシッターさんとかが、確かにアウトソースがアクトされてないよね。むしろみんな使ってるよね。みんななんか私のね、質問にもシッターさんに預けることに結構罪悪感があります。日本だと本当にやばい時、なんか奥の手的に使った全員病気とかすごいセレブの方のものって感じがするけどっていう質問があって、フランスはでもパリはみんなだよね、シッターさんほとんど誰もが。それこそさ、預けてさ、夫婦だけでご飯とかさ、夫婦だけでバカンス行くとかもあるわけだよね。それはなんかフランスのいいところかも。私もすごいなんかそれはそう思うね。専業主婦はどのくらいいますか？すごい少ないと、ほぼいないんだと私は思ってるけれども、かつなんか義母とかが働いてなかったらなんで働いてないのっていうふうに言われるらしいんで、フランス人のお母さんとかに。あと一方でマタニティリーブとかも日本だと1年間取れるじゃない？こっちだと4ヶ月。平等に働けるけど、その分平等に仕事しなきゃいけないかもしれないね。そうだね。でももうちょっと取りたいって思うけどね。やっぱり子供と一緒にいたいみたいな。あっという間だからさ。あと体もまだきつかったりもするよね。両方の給料がないとね、厳しいって思っちゃう。フランスの物価がすごい高いから、やっぱり両方働いてないとね、生活水準維持できないよね。あとなんか授乳とかも結構期間が違うっていう。なんか私こっちに来て、小児科に行った時にどのくらい授乳してたのこの娘さんにって言われて、日本って大体1年とかはするんだけど、8ヶ月って言ったらその先生に「Wait, what?」ってで「Where from?」ジャパンって言って、私も驚きました。でそれさ、あれじゃない、寝る場所とかもそうじゃない？なんかさ、日本だと結構みんな同じ部屋で添い寝したりとか、一緒に寝たりするけど、結構こっちって最初からさ、別の部屋で生まれたどのくらいで？1ヶ月だと自分が寝不足だとね、赤ちゃんにも優しくできないから。そうね、寝れるっていうのは大事だよね。黒ごまのケーキです。美味しそう。めっちゃ美味しい。すごいね、これがプラントベースドって。なんでこんなしっとりするの？小麦粉じゃなくて、ファミンドシャテン、栗粉？そう、教育方法、なんか日本だとモンテッソーリが流行ってるけど、こっちだとどうですか？あとは早期教育。モンテッソーリやっぱり聞く気がする。聞く。私学校モンテッソーリ、子供が自立できるように手助けするみたいな。だからその方針はいいなと思うんだけど。今の学校に2歳行ってる時にもなんか初日とかすごいなんかやっぱ泣いてて、幼稚園の初日泣いてて迎えに行った時に先生にもう少し自立させてくださいって言われた。She needs to be more independent って言われて、2歳ですけどみたいな。そう。だからそこは結構なんかもう子供も一個人。そうだね、そういう感じ。良くも悪くもいい意味もすごいあるしね。日本と違うなと思った。私のうちの娘は夏休みだけ1ヶ月ぐらいかな、日本学校みたいな、日本語学校みたいなの行ってたんですよ、こっちで。そこはもう本当にね、親からしたら大感謝なんだけど、毎日先生が日誌みたいなのをくれるの。何時に寝ました、何時におトイレしました、今日はこんなことをしました。きめ細やか。すごいきめ細やかで、トイレもねしてくれるとかそういうのもあるじゃない。多分日本はそういう感じだと思うんですけど、もうね、フランスの学校はさ、半年に1回一言フィードバックをもらうだけだから、そんな毎日のってね全然ないし、だからそういう意味で結構こうもう自立させるっていうか。離乳食とか食育、日本とフランスの違いはありましたかって。私聞いた話だと、結構離乳食手作りってすごい珍しくって。私もそれ聞いた。やっぱ確かに普通のスーパーでも美容の瓶詰めのたくさんあるから、日本ってね、美容のものを買いたいと思ったらスーパーにはないから、そうなんだ。楽天みたいなところから私も買ってたんだけど、
そうだからあんま作らないのかな、手作りは。でも時間ないんじゃないかなと思って、働いてるから、ね、そう作る暇ないし、みんなそれに頼ることが悪とされてないと思うんだよね。日本ってちょっと若干そういうのない？あるよね。あるある。結構フランス人の友達の家とか行くと、もうドア開けると、もう瓶がバーって、どれにしようと、どれにしようみたいな、余裕がある時は作るって感じ。はい、フランスと日本を比べて、フランスの子育てのメリットとデメリット。こっちの子育てのメリットはやっぱ子供に社会が寛容。そうだね。すごく寛容。もうなんか私来た時にすごい驚いたのは、カフェに入ってて、でなんかショコラグラッセ飲んでたのね。2歳にもなってなかったから、結構イヤイヤ期とかもあって、その時期こうチョコレートがついた手とかで窓をこう触り始めたの。すごい焦るじゃん、日本だからすごい一生懸命拭いてて、そうしたらそのお店で働いてるおじさまが、ムッシュがこの窓の外に向かっててってすごいこうあやしてくれて、で「すみませんでした」みたいな感じで言ったら「子供は汚すものなんだから気にしないで」みたいな。なんかこう日本で別にそれですごい叱責されるとかなくても、やっぱりこう冷たい目でね見られることの方が多かったから、そこまでの言葉をかけてもらったことに結構びっくり。子供好きだよね、きっとね。すごい子供好き。なんかマルシェとか行ってもさ、なんかいちごとか買ってて「はいいちご」ってすぐチーズとかも一切れてるみたいな。普通に暮らしてても外国人自体が結すごいじゃん、この街って。なんかまあパリだからっていうのもあると思うけど、こう移住者の人がすごいから英語も結構飛び交ってたりするし、なんか学校に入っても結構いろんな人種の子がいたりして、ダイバーシティがあるのがそれはすごい確かにメリットだね。すごいインターナショナルとかに入れなくてもいろんな人種の子がいるんじゃない？確かにね。なんかうちとかマレに住んでるからさ、うちのマンションとか、ゲイカップルとか、レズビアンカップルとかもすごく多いんだけど、学校もそうで、パパのところとか、ママのところとか、そういうのもやっぱり普通になってくるから、本当にダイバーシティにね、あるよね。その自分の連れ子か、そうかそうか。兄弟がパパが違うとか、ドゥミサーとかね、そういう言葉がもうある。確かに親が違うけど兄弟とかそういう言葉があったりとかね。デメリットは不便なことですね。それはそうですね。トイレとかがないとか大変じゃない？なんかメトロ、日本だとさ、メトロどこでもさ、綺麗なトイレで、かつベビーベッドあったりあるじゃん。それないよね。コンビニとかにもトイレがあったりね。だから子供がトイレ行きたいって言っても本当にお店を探すしてコーヒーとか買うしかないとか。あと電車には普通エレベーターもエスカレーターもついてなかったりするから、ベビーカー族は助けてもらえる時もあるけど大変。スリもいるしね。バスだよね。バスかと。今日は見ていただいてありがとうございました。また見ていただいて、ごめん。ぜひ花子ちゃんのフラットベースも楽しみにしてみてください。私リカちゃんも英語教育関連。そう、YouTube キャリアだね。あと海外キャリア。ぜひ見ていただけたらと思います。バイバイ。